はい、一旦ここまで。少し休憩しようか。今回の課題曲、そこまで激しい曲調じゃないのに結構息上がる。踊りながら笑顔作るの大変だな。細けい振り付けが多いっつうか。手と足ずっとお忙しい。クック、それはちょっと「お」が多すぎるかも。でも確かに今までの曲の中で一番難しい振り付けだよね。難しい分全員一緒の振りのところがすっごくかっこいい。ああね、ビシッと揃った時結構ヤバいよね。チャラ男よ、そのヤバいはいい意味悪い意味どちらだ？今のは文脈的にいい意味だと思いますけど。悪い意味だったとしても絶対大丈夫。なんたって僕たちにはダンスの天才のナゴム兄さんがついてるんだから。そんな大げさだよ。大げさ？レオン、そないすごまんと。別に凄んでねえ。ただナゴムが自分を卑下すればするほどナゴムに憧れてるやつの価値観も否定することになるんじゃないのかと思っただけだ。レオン。ああ、そうか。ごめんねカズ。俺別にカズのことを否定したわけじゃなくてね。分かってるよ兄さん。それにしてもレオンって変わったよね。ここに来たばっかりの頃のツンツン具合が懐かしくなるくらいだな。最初の頃は睨んだだけで人殺せそうだったのによ。また凄んでる。せっかくみんなが褒めてるのに。うるさい。今はそんなことより歌詞をどうにかする方が先だろうが。それな、まさか配信ライブでお披露目する曲の歌詞を自分たちでやることになるとはな。しかも頼まれたのつい3日前だよ。ライブはもうすぐそこだというのに、なんたる強行スケジュール。まあやってやれないことはないよ。他のオーディションでも即興で歌詞を考えたりする課題はよくあるから。そうだね。今回のは割とよくある課題かも。そうなんだ。はいはーい、やっぱりここは網だくじだろ。それぞれ好きな歌詞書いてどこに当てはめるか決めようぜ。それだとさすがにリズムがはまらなくなってしまうんじゃ。やはりここは私が考えよう。美しい私が紡ぎ出す言葉は誰よりも美の女神に愛されるはず。もう歌詞のこととなるといっつもこうなんだから、これじゃ全然話がまとまらないよ。どうしたの太陽。この曲って確か俺たち14人にとって最後の曲なんだよね。その予定だけど、だったらこうスペシャルな感じが出せないかなって。例えば俺たちの1年を振り返れるとか、一緒にここまで歩んできた俺たちのお互いへのメッセージとか。何俺なんか変なこと言った？いや、そうやなくて。めちゃくちゃいいなそのアイデア。僕もいいと思う。僕もです。本当によかった。どうしたのスバル？いや、君はいつもそんな風に新鮮なアイデアをくれるよね。そう？でもそれって俺がオーディション初参加の初心者だからじゃない？それもあるのかもしれない。だけど多分きっとそれだけじゃない。太陽にずっといようと思ってたんだ。ここに初めて来た日、君に無責任だって言ったこと、今更だけど撤回させて。緊急連絡です。緊急連絡です。アイドル候補生の皆さんは至急センターホールに集まってください。繰り返します。なんだ緊急連絡です。こんな放送緊急連絡今までで初めてだ。アイドル候補生の皆さんは至急センターホールに集まってください。暴力事件。僕たち候補生の中の誰かがですか？そんなデタラメ誰が言ってるの？
芸能ゴシップ誌が SNS で発表した情報です。そんな発表あったっけ？さっきスマホで見た時はなかったけど。どうせいつもの情報統制だろ。ゴシップ誌による発表はこうです。オーディションプロジェクト VS アンビバレンスの候補生の中に暴力事件を起こしたと噂される者がいる。弊社では事件の告発をしたいという関係者を呼んでビバレン配信ライブ直前に真相を明らかにする生配信を行うと。はあ？そんなことになったら生配信ライブに人が集まんなくなるぞ。ライブグランツ来ない。ダメせっかく応援企画までしてグランツが僕たちのこと盛り上げてくれてるのに、なんでこんなこと。なんでって理由なんかないよ。そうです、理由なんてないんですよ。真相を明らかにするなんて聞こえのいいことを言ってますけど、そんなのは口先だけでしかないんです。ただ盛り上がっている人たちに水を差して騒がれることを狙っている。それがゴシップ誌のやり方なんです。双葉、すみません。今まで何度も大好きなアイドルたちのキャリアを潰されてきたので、つい。んでライゼンプロダクション的にはどうしたいわけ？まさかそんなデタラメな情報を信じているわけではあるまいな。信じる信じないはともかく手は打たなければなりません。ライゼン会長が亡くなっていることが明るみになった今、これ以上の不安感をグランツに、いえこのバーサスアンビバレンスプロジェクトを知る全ての人々に与えるわけにはいかないのです。ライゼンが死んでた云々はそっちの問題だろ。なんで俺たちがその尻拭いをしなきゃならない。言いたいことはわかるけど、僕たちのデビューが決まった時所属する事務所はライゼンプロダクションなんだよ。切り離して考えるのは難しいと思うけど。 100% デタラメだと思うけど、もし万が一のことがあったとしたら、これはもうこのオーディションの行く末、僕たちのデビューにも関わってくる。俺たちのデビューに。太陽さん、少し顔色が悪いようですが大丈夫ですか？いや大丈夫です。そうですか。ではもし今回の事件に心当たりがある方がいらっしゃったら、本日中に私に名乗り出てください。こちらで適切な処置を考えさせていただきます。以上、解散。たく稲本のやつ、何が敵陣で承知だよ。仁太郎くん、もしかしてそれ適切な処置のこと？仕方ないよ、こないだのことがあった直後なんだから。でもよ、俺も仁太郎くんの気持ちわかるな。なんかさ、ここにいるみんなが疑われたのが悔しいっていうか。わかります。そうです、そうなんです。僕たちもう1年も一緒にいるんですよ。そんなことするような人いるわけないって分かってるはずなのに。そうだよ、未だにごちそうさまを言わないレオンだって見た目によらず人を殴ったりはしないんだから。見た目によらずって、それいい意味悪い意味？アグリちゃん優しいな。俺はいっちゃん先にレオンのこと疑ったけど。お前な。せやかてレオンイラチやし。イラッチ？何？ちらし寿司仲間？ああ、いいね、ちらし寿司。今日の夕飯それにしよっか。ほう、いいな。錦糸卵ならこの間冷やし中華を作った時にマスターしたぞ。意外。二人とも落ち着いてるね。レイなんてもっと仁太郎みたいに騒ぐかと思ったのに。今回のことは疑惑にもならないレベルのデタラメだ。こういう時に騒ぐのは敵の思うツボとなる。そうそう、こういうのは不思議と騒げば騒ぐほど疑わしく見えるものなんだよね。だからこういう時 SNS は絶対ダメ。あ、おい、言ってるそばから何書こうとしてたの？
暴力事件のゴシップは全部嘘。もう仁太郎くんはしばらく SNS 禁止。だってよ。気持ちはわかるけど、今何かを発信するのは得策じゃない。疑わしいことがないならただ黙って。俺かもしれない。太陽、それってどういう？暴力事件を起こした候補生って俺かもしれない。俺さ、親が転勤族で小さい頃から何度も転校してて、それで部活とか習い事とかそういうのにあんまり没頭したことなかったんだ。このオーディションに出会うまでずっと自分の好きなものが何なのかもわからなかったくらい。だからずっと憧れてた。好きなものに、好きなものがある人に。親の転勤に付き合えてたのも同じ理由。親が好きな仕事してるのに憧れてたんだ。高校6度目の転校の時、今まで出会った中で一番仲いいやつができたんだ。親友かもって思えるくらい。親友。そいつは、千歳は陸上部のエースだった。走ることに没頭する千歳はすっごくかっこよくて、そんな千歳と友達になれたことが俺はすごく誇らしかった。だけどある日、千歳が部活を辞めるって言い出したんだ。千歳の記録に嫉妬した陸上部の先輩がいて、あんまりうまくいってないのは前から聞いてた。でも実はずっと前から嫌がらせを受けてたんだって。大事にしてたスパイクも捨てられた。もう耐えられないって。顧問の先生に相談しようって言ったんだけど、仕返しに会うからって断られて。俺、千歳に負けてほしくなかったから、毎日千歳のこと説得したんだ。俺が転校するその日まで。最後の日は俺いつもより強く千歳に言葉をかけちゃってたんだと思う。言い争いになって、掴み合って、殴り合って、それで仲直りできないまま千歳とはそれっきり。なんだよそれ。それが今回の暴力事件だって言うなら。真相はただの喧嘩だったってことですか？まあ確かに殴り合ってるから暴力っちゃ暴力だけど。小学生くらいまでやったらこんなんようあることなんちゃう？確かに小学生くらいまでなら。でも高校生か。喧嘩は下手したら停学になりかねないよね。じゃあゴシップ誌が言ってる事件の真実を知る関係者って、その親友の人ってこと？可能性としては高そうだよね。ごめん、俺のせいで大切なオーディションを台無しにして。違う、太陽のせい。違う、クックも親友喧嘩した。ある。そうだよ。喧嘩なんてみんなしたことあるんだから。俺今すぐ稲本さんに。待て。え、今ちょっと待とう。それにまだ事件が太陽君のことだって決まったわけじゃないし。でももし本当に告発したいっていう関係者が千歳で、俺に腹を立ててこんなことしたんだとしたら。落ち着いて太陽。さっきのミーティングの時、君稲本さんに顔色が悪いって言われてただろう。動揺しているように見えたのかもしれない。そんな君が今の調子で稲本さんに報告したら。暴力はあったと判断されて、事件の収拾のためにオーディションからお前が切り捨てられる可能性がある。いや、最悪オーディション自体がなくなるかもな。今のライゼンプロダクションに事態の収拾をつける力があるのかどうか。そんな。あくまで可能性の話だ。そうならないためにも全員で対策を立てればいい。これまでのようにな。ごめんみんな。俺
ぱりここに来た時スバルに言われた通りだ。やっぱり俺は無責任だ。あの時自分の感情ばっかり優先して軽はずみな行動をしたからこんなことに。本当にごめんなさい。俺春の行くしかない。どこにだ？まさかこっちの忠告を無視して案内人のところに行くつもりか？やっぱりな。おこうなると思ってたわ。でも俺のせいでこれ以上みんなに迷惑はかけられないよ。迷惑少子シンデレラタイムに私の眠りを妨げていること以外は全てさまつなこと。それって大体のことは大した問題じゃないってことじゃん。たくなんて顔しちゃってんの太陽くん。今お兄さんが美味しいお夜食作ってあげるからね。美味しいご飯食べたら不安な気持ちも少しは落ち着くからさ。そうそう、それって君が教えてくれたことじゃなかった？大切なことは少しリラックスしてから決めなきゃ。あの日初めてのメンバー内オーディションのやり直しを太陽くんが進言してくれた時みたいに。もう何やってるんだよ。みんな大丈夫？何勝手に一人で行こうとしてんだよ。そうだよ、みんなで行こうって言ったのに。早まらないでください。みんな行く。クックも行く。でもこうしてる間にもグランツたちがどんどん不安になってるかもって。だったら俺がクビになってもいいから早くどうにかしないとって思って。ダメ。太陽クビダメ。くしょー、やっぱ SNS で反論しようぜ。だからダメだって。こっちが自分たちに有利な情報を流してるって思われて余計に燃え広がるっての。なんとかして告発相手の配信を止められないかな。太陽、千歳くんだっけ？親友の人の連絡先知ってる？引っ越した後番号が変わっちゃってそれっきり。知ってたとしてもこのスマホじゃ外部との連絡取れないし。せめて外に連絡できたらな。できなくもないぞ。私ほどの育ちにもなると拉致、誘拐、人質、さまざまな身の危険を想定して幼少期より体に発信機をつけられている。発信機？想定外のことが起きた時奥歯に仕掛けられたそれを強く噛みしめると3秒後には武装した私専属の SP たちが一気に突入を開始しハリウッドもいやアクション映画かーい。そんなことになったらゴシップ誌なんて目じゃない騒ぎになっちゃうんじゃ。ごめん俺さやっぱりみんなのことが大好きだなーって思って。だから俺やっぱりみんなのオーディションを台無しにできない。今すぐ稲本さんに。ダメです。絶対ダメです。双葉忘れないでください。オーディションが終わるまでは誰が欠けてもダメなんです。14人いるからこのオーディションは成立してるんです。14人いるからいなきゃダメなんです。太陽さんも僕だって。でもだったら君はやっぱり無責任だ。スバルここまで来たのに君は僕との勝負から逃げるのか？僕に不先輩でアイドルになれって言うのか？そんなの不名誉にも程がある。でもどうすれば。もういっそ誰かが外に出て告発者を止められたらええんやけど。
そんなことしたらそれこそその人がバレた時にオーディションをやめさせられるんじゃ。僕が行く。僕が外に出て告発を止めに行く。